今日は長野から南小谷まで観光列車リゾートビューふるさとに乗車。日本三大車窓のおばすてや雄大な北アルプスの山々など信州の美しさをたっぷりと感じる旅へ行ってきます。皆さんこんにちは、しおねるです。私は今長野駅に来ております。今日はここからリゾートビューふるさとに乗って南小谷まで行きます。今は朝の9時37分。そしてね、長野市はマイナス1度です。寒い。雪もね、ちらちら降ってます。今日はリゾートビューふるさとからの有名なおばすての景色なども楽しみなんですけど、南小谷にも行くということでスキーも楽しんできます。ということで、行ってきまーす。リゾートビューふるさとはハイブリッドシステムを搭載したエコな観光列車。長野駅から南小谷駅間を運行しています。前回の伊達里のも同じ車両ですが、外装内装も違ったものになっているので楽しみですね。雪降る長野駅5番ホームに入線してきました。緑を基調としたシンプルなデザインで、なんといっても窓の大きさに目が行きますね。ロゴには葉っぱが舞っていて、これから待っている自然の風景が連想できます。フォントもどこか懐かしさを感じさせるのがいいなと思いました。早速車内に入ってみると、2+2 列のリクライニングシートがずらりと並んでいます。床や天井には明るい木目調の素材が使用されており、大きな窓からたくさんの光が入ってくる開放感のある車内。車端部には展望スペース。長野駅の駅名標は善光寺になっているんですね。特別感のあるデザインが可愛いです。今回は姉との2人旅。理由はスキーに1人で行くのは危ないからです。全車指定席のため、乗車には乗車券のほか指定席券840円が必要です。今回も駅ネットから予約しました。スーッと走り出しました。さあ、ここから信州の絶景をのんびりと楽しむ旅が始まります。リゾートビューふるさとは、沿線に広がる日本のふるさとを思い起こさせる風景を楽しみ、多くの人々の出会いがつながる旅を作り出せる列車をイメージして名付けられたそうです。座席デザインは木に包み込まれているような印象を受けます。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は松本経由の快速リゾートビューふるさと南小谷行きです。夏はほぼ毎日運行していますが、冬は土日祝日に主に運行されています。この日は祝日の月曜日ということもあり、乗客は少なめ。土日はやはり早い段階で満席近くになっていました。 AB 席からは日本三大車窓のおばすて、 CD 席からは西名山湖、北アルプスの景色が見られるこちらの列車。どちらの座席を取るか悩みますよね。私は今回 CD 席を選びました。これは視聴者さんにアドバイスいただいたのですが、おばすて駅ではホームに降りて景色を楽しめる時間があるので、車内からは北アルプスと西名山湖の景色をじっくり堪能する作戦です。早速後面展望を楽しみに来ました。乗客が少ない日でしたが、前面展望は常に満席。乗客が多い日は争奪戦になりそうですね。座席はハイチェアになっているので、バスの一番前の席に座るようなワクワク感があります。やっぱりこれだけ大きな窓から疾走感を楽しめるスペースは最高ですよね。今回走行する篠ノ井線、大糸線の沿線風景の写真を楽しめるアルバムが置いてあったり、車内限定グッズもあるみたいです。篠ノ井駅を出発。
列車は徐々に標高を上げながら小バス停駅へと近づいていきます。長野駅から南小谷駅までは速達性を重視すれば黒い線のルートで最短1時間半ほどで到着できます。ですがこちらの列車は緑のルートであえて遠回りをして信州の美しい車窓を堪能しながら約4時間かけて目的地へと向かいます。速達性とは対極にあるじっくりと風景を味わう贅沢な時間がこの列車の魅力だなと感じます。善光寺平の景色を見ながら進んでいきます。棚田やリンゴ栽培なども多く見られますね。まもなく小バス停駅。小バス停駅は全国的にも珍しいスイッチバックが行われている駅。小バス停が近づくと線路脇には雪が。くねくねと走り吸い込まれていくような車窓もずっと見ていたいくらい面白いですよね。今アナウンスしてくださっているのはリゾートアテンダントさん。沿線のご案内や記念撮影など私たちの楽しい旅をサポートしてくださるんです。標高も高くなり見晴らしのいい車窓に感動。今左の高い場所にある小バス停駅を通過しました。急勾配を登るためにジグザグに線路を走ります。駅をだいぶ通り過ぎましたが、ここで一度停車。再度進み始めました。逆向きに走行しています。先ほどは右側の線路を登ってきましたが、次は左側に進みます。登ってきた線路は右下に見え、先ほどは下から見上げた駅に入ります。やってきました、小バス停駅。標高551メートルの場所にあり、ホームに設けられた展望デッキから小バス停の棚田と善光寺平を一望できます。あいにく想定していた積雪がなかったので、冬の静けさも相まって少し寂しい景色に見えますね。5、6月の田植えの時期はもちろん、秋の紅葉など四季を通して異なる顔の景色を楽しめるので、またリベンジしたいと思います。洋風の木造駅舎は大正デモクラシーの時代の設計なんだそう。16分間の停車時間を満喫し、車内に戻ります。座席幅はとっても広く、足を完全に伸ばすことができるので、キャリーを置いても窮屈感がありません。大きい背面テーブルもあり、快適に過ごせますね。小バス停駅を出発しました。なんだか空からの景色を堪能しているような、雲の上を進んでいるような感覚になります。
モニターからは全面展望を見ることができます。座席によってはモニターが遠くなってしまうので、近くで見たい方は6、7列目くらいがおすすめかもしれません。トンネルを走る真っ暗な時間もモニターのおかげでタイムアップをしている気持ちになります。さあ、鉄道旅の醍醐味、駅弁タイムです。長野駅構内の駅弁屋さんで信州寺町弁当と、改札外の駅ビル緑でおやきを購入しました。おやきは別名焼き餅とも言われる信州の昔ながらの郷土食。しっとりとした生地にピリ辛の具材がぎっしり詰まっています。ここでアテンダントさんが回ってきたのでお土産を購入することに。リゾートビューふるさと限定のアイスクリームスプーンを購入。列車は市街地を離れ、車窓からはのどかな風景が広がります。ここで気づいたのですが、今までリクライニングを倒していませんでした。苦しいなど一切思わなかったので、元から座り心地がいい座席なんだなと思います。でもリクライニングを倒すことで窓の景色をより広く見ることができるのでおすすめです。カーテンを収納するときに立ち上がらなければならないというのが窓の大きさを実感させますね。ようやく戻ってきました。駅弁タイム。信州寺町弁当には長野ならではの味覚がたっぷり。一口食べるごとに地元の風土を感じることができるお弁当です。信州産の牛煮込みに、こちらも信州産豚ヒレカツ入りの太巻き。なんていうのこれ。違うか。車窓には雄大な山々が姿を見せ始めました。ここは松本市島内にあるあずさ川と奈良井川の合流地点。ここから犀川となり、長野市で千曲川と合流します。現在は川の流れとは反対方向に進んでいるので、奈良井川沿いを走行中。青く透き通った水がとっても綺麗で、見るだけで癒されます。川の流れを楽しみながらゆっくりと走行する時間はまさに癒しのひとときですね。この川ではイワナやヤマメ、ニジマスなどが釣れるそうですよ。全面展望の座席が空いたので今のうちに堪能しておきます。車両ごとに展望スペースに置かれているものは違いました。前方車両では乗車記念スタンプを。さあ、間もなく松本駅です。
松本駅からは進行方向が変わるため、座席の向きを自分たちで変えます。こんな体験は初めてだったので、ちょっと面白かったですね。ありがとうございます。おそらくたくさん乗車されてきたのであろう方が他の方のお手伝いをしていたり、車内には一体感が生まれていました。この列車は停車時間中は乗車ノートに私も記録を残します。そして反対ホームには E353 系が到着。有名な松本到着の駅放送も聞けちゃいました。1号車 11D 席は長野県のマスコットキャラクターアルクマくんの専用座席。この子と自撮りをしていた様子を松本駅から乗車してきた方にじっと見られていて、ハート強って言われちゃったんですよ。どっちのと未だにモヤモヤしています。松本駅を出発し、進入してきた線路をまた走ります。そして素敵なお見送りも。列車が見えなくなるまでずっと手を振り続けてくれていて感動しました。すごい。見えなくなるまで手振ってくれてる。広がる複数の線路、停車中の車両たち、そして頭上にはびっしりと並ぶ架線のネットワーク。松本駅が大きな役割を担っているのが伝わってきますね。ここから走行するのは大糸線。さっきまでは全面展望だったのに後面展望に変わるというのも面白いですよね。先ほどまで広がっていた駅周辺の賑やかな景色はあっという間に姿を変え、北アルプスの山並みがすぐそこまで迫ってきています。雄大な山々は雪をまとい始め、のどかな風景と壮大な山々が美しい大糸線の旅の始まりです。なんであそこだけモリモリソフトクリームみたいなものなんや。みこさんによるご案内を予定しておりましたが、本日はみこさんによるご案内はございませんので、各自でのご移動をお願いいたします。約15分で穂高駅に到着。ホームからもこんなに綺麗に北アルプスを見ることができます。さあ、楽しみにしていた途中下車タイム。穂高駅到着しました。ここで途中下車して、何分、40分ぐらい時間があるので、近くの徒歩5分ぐらいで穂高神社まで参拝に行きます。穂高神社を模した社殿型の駅舎がかっこいい。本当は巫女さんによるご案内があるはずだったんですけど、今日はないということで、アテンダントさんから生き方の紙をいただいて、各自で向かうことになっています。すごい大きな鳥居のこちら、穂高神社です。車が来て、よいしょ。参拝後は今年初めてのおみくじも引きました。小吉でした。駅前の安曇野ブルワリーさんで長野県のリンゴを使用したビールを購入。リンゴエール。車内に戻ると何やら車内アナウンスが。ここから信濃大町駅までの20分間、安曇野案内人クラブの方が車窓のご案内をしてくださるそう。安曇野のパンフレットやこれから見える山々の名称などがわかる資料をいただきました。
これがとっても嬉しい。車窓、旅を楽しむために最高のアイテムです。穂高駅を出発。教会のようにも見えるレンガ造りのこちらの建物は安曇野のシンボルとして愛される六山館。上の方に尾根筋が雪に覆われて見えてまいりましたが、燕岳からお天正岳へと続く北アルプスの表銀座の山々が見えてまいります。 V の字型の谷の右側、進行方向左に北アルプスの山々を眺めながら列車は進んでいきますが、このように景観がよく見えるよう進行方向右側にのみ架線の柱を立てているそう。長草温泉から4、5時間登りますと霊峰燕岳がございます。有明山の裏側、安曇野といえば私はファミリーマートのお水を思い浮かべます。難しい読み方の場所というイメージが大きかったのですが、その場所が目の前に。いざ来てみると今までのイメージのもったいなさに気づかされます。で、そうめの足元を見ると、娘が大事にいつもつけていた赤いリボンが足に結んであった。東京には絵本画家岩崎千尋さんの作品が展示されている千尋美術館がありますが、ここ安曇野はご両親の出身地ということで、ここにも千尋美術館があります。松川村にも千尋美術館が建てられました。安曇野の絶景を眺めながら安曇野の民謡を聴く、まさにふるさとを感じる時間に心が温まりますね。そして今回は長野県旅ということで、旅のお供も長野で揃えました。長野といえばのスーパー鶴屋のりんごかりんとうです。東京からお越しのお客様もたくさんいらっしゃると思うんですが、東京スカイツリー行かれたことございますか？標高634メートルの地点になります。先ほど出発した穂高駅が標高約540メートルですので、列車は100メートルほど登ってまいりました。そして有名です。この辺りはだんだんと雪も増えてきました。車窓からはリンゴ畑が広がります。2799メートルです。そして左手斜め前方、頂上部分が少し雲に隠れておりますが、後ろ立山連峰の山々が見えてまいります。で、この鉄橋の下を流れているのが高瀬川です。信濃大町駅に到着。この駅では太鼓でお出迎えしてくださいます。地元の温かさも感じながらさらに進んでいきます。次は白馬に停車いたします。ここら辺は住宅や大きな建物も多くあり、町の中心地なのかなと思います。立山黒部アルペンルートの出発地点でもありますね。さあ、ここからはアニメや映画の舞台ともなっている西名山湖が見えてきます。景色が雪深くなればなるほど私のテンションも上げ上げに。西名山湖の中で一番南にある木崎湖。夏はサップやカヌーなど水上アクティビティが盛んだそうです。ウォータースポーツを満喫することができます。木崎湖はワカサギやブラックバスが釣れるフィッシングの盛んな
白で眩しい。止まってくれるんやって。湖の水面はしっとりと落ち着いた青色で、向こうに見える山々はふわっと雪化粧。まるで大きな絵本の中にいるみたいな風景です。ポツポツとお家もあって、静かでのんびりとした雰囲気の優しい景色。スキー場のリフトも見えました。雪に埋もれるように進んでいくと、青木湖が見えます。西名山湖の中で最も大きな湖ですが、上から見てみるとハート型になっているという可愛らしい一面も。58メートルでございます。透明度の高い水をたたえ、その静けさから四作の青木湖と言われております。窓の上まで雪が積もり、一面白銀の世界を食い入るように見ていると、少しうとうと眩しさとの戦いです。しばらくすると姫川が見えてきました。この先大糸線はこの姫川に沿って糸魚川まで走ります。雪と川が織りなす風景はとっても綺麗。日が差し込めば雪の結晶がきらめき、水面には光が揺らめいて、まるで宝石が散りばめられたようです。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点南小谷です。糸魚川方面長野駅出発から4時間、あっという間に南小谷駅に到着です。今日も4時間も走っていたとは思えなくて、お姉ちゃんとびっくり。おバス停の絶景、穂高神社での寄り道、地元の方々の温かなおもてなし、そして進むにつれて変わる雪景色。雄大な自然だけでなく途中下車も楽しめて、常にワクワクを感じる旅でした。ということで、こちらのリゾートビューふるさとに乗って南小谷駅に到着しました。はい、ここがリゾートビューふるさとの終点です。スキーとかがね、よく津賀池高原とかがあったりして、スキーの玄関口と言われているそうです。ということで、駅もね、結構雪が多くて、水もすごい垂れてて、つららってこうやってできるんだなと思いながら歩いています。じゃあこれから南小谷を楽しんで帰ります。さあ、南小谷駅を出発します。駅にはエレベーターもエスカレーターもなくて、キャリーを運ぶのがとっても大変だったので、そこは注意してください。駅からは宿泊先の送迎バスに乗ります。今回はホテルにスキー場がくっついているホテルグリーンプラザを選びました。バイキングも美味しかったです。明日に備えて早めにおやすみなさい。さあ、今日はスキーを楽しみます。私は人生で2回目のスキー。中学の時のスキー教室以来です。まずは初心者用のところで練習したのですが、意外と傾斜があって怖くて全く進めません。姉も同じく人生2回目のスキーなので、2人で合ってるのかわからない練習を繰り返しながらなんとか滑れるようになりました。雄大な山々を見ながらのスキーは
本当に楽しかったです。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。山見てる？